際的に実在しない惑星やあらゆる惑星の気象についても研究できると考えています。私は惑星の気象を研究しています。惑星の気象というのは宇宙の分野と天気予報の分野の一つの融合です。で、今主に取り組んでいるのは火星の大気の非常に高解像度のシミュレーションをやっています。まず火星の場合は地球に比べて大気が薄いです。なので、昼と夜の寒暖差が非常に大きくて、一日を通しての変化というのが激しいです。また、海がなくて全球デコボコしていて、陸地で砂で覆われているので地形の影響というのも非常に大きく受けると考えられています。なので遠直熱対流という地面が温めて、その温められた地表付近の空気が延直方向に循環するというような対流が割と小規模なものなんですけれども、それがたくさん無数に起きるであると考えられていて、それをちゃんと全球的にシミュレーションしてやろうということを目下取り組んでいます。計算科学センター神戸動物王国科学前です。 The next stop is P08 計算科学センター神戸 Animal Kingdom 富岳前ステーション。今表示しているのは火星の全球を 900m メッシュで切った大気のシミュレーションの結果で円直流を表しています。特徴としては非常に高解像度でメッシュを細かく切ったシミュレーションになっていまして、で上昇流を赤色で示していて、下降流を青色で示しています。で、全体的に紫がかって見えているのは実は赤と青の上昇流と下降流がペアになって表示されているからです。で、今ここにもやっと見えているのが全て円直対流の集団でして、これが日の当たっている方の領域でこの円直対流が発生して、前線みたいにこれがこっちに行ってますけども、これは太陽が東から西に移動しているのと同じスピードです。でまたこの計算は火星の地形も入っているので、この地形を感じてちょっと不規則な動きをしたりもしています。で、円直対流のこの一番大きな集団だけじゃなくて、この辺に波のような構造が見えていたりですね、この辺に突発的に出ていたりですね、いろんな地域性も見えて非常に面白い結果だなと思っています。従来行われてきた火星の全球計算というのは全然解像度がこれに比べると、低くて水平100キロとかその程度の解像度でした。でそのような解像度だとこうした細かい円直対流というのはもちろん表現できていなくて、こうした紫のモヤモヤというのは計算の中で発生しませんので、これがまさにシミュレーションとして現れたというのが一番の高解像度化の成果と言えます。さらにここからズームしていきます。で非常に細かい赤と青のペアの円直対流になっている様子が分かります。で、ここまでズームすると、非常に分かりやすいかと思うんですけれども、こう赤と青のここはちょっとしましまになってますね。で、この辺はあんまりしましまになっていないとか、こっちはしましまが大きいですね。でもこっち向きのしましまとこっち向きのしましまがあると。で一口に円直対流といってもこう場所場所によって形が結構変わっているのが面白いなというか、今回初めて分かったことですね。で、これぐらい計算するのでも、富岳を 2,3 ヶ月は使っています。今までずっと話してきたような全球の高解像度計算というのはもちろん富岳の方でやります。
それ以前は K というコンピューターを使ってました。今までは全球 1.9 キロの解像度が限界で、それ以上高解像度の計算はなかなか K では難しかったんですけれども、富岳を用いることで全球を900メートルの格子で切って非常に高解像度の計算を実現することができました。現状の計算で5000ノードぐらい使ってますので、あと、解像度倍にしようと思ったら計算をもっと工夫して効率よく使えるようになれば実現可能かもしれませんけど、その辺のチューンはやる余地があると思っているので、プログラムでもうちょっと追い込むということはできるかなと思います。その辺は目処が立ってない？いや、まだそこは手をつけられてないですね。まだ富岳で 900m メッシュで走らせるのが精一杯で、まだそこからさらに攻めるっていう段階にはまだ来てなくて、今後やっていきたいなと思います。今ようやく鉛直対流を正確に表現した全球のシミュレーションができるようになりましたが、まだそれは火星の1日を計算したに過ぎません。で、火星っていうのは年変化も大きいですし、季節によって違いも大きいので、理想を言えばさまざまな季節で計算して1年の変化はどうなっているかということもちゃんと調べる必要があります。なので1週間とか1ヶ月とか、あるいは1年間とか、そういった規模の長いシミュレーションをやって、で時間変化がどうなっているかということを富岳を使って調べていければなと思っています。我々は特定の惑星だけに興味があるわけではなくて、とある惑星上の気象というのがどういった惑星パラメータに対して依存しているかということにも興味があります。ここでいう惑星パラメータというのは惑星の大きさ、半径だったり重力、あるいは自転のスピードだったりします。で、そういった惑星パラメータに対して惑星上の気象というのがどのような振る舞いをしているのかということを理解することで、全ての惑星の気象を統一的に理解できたらいいなと考えています。で、そういったことをするためには実在する特定の惑星のシミュレーションだけをするのではなくて、仮想的な惑星のシミュレーションもやっていく必要があります。で、研究者としての大きな目標はあらゆる惑星の気象を統一的に理解したいというものなので、どんな条件の惑星の気象も予言できるような理論を構築するというのが非常に大きな目標です。